こんにちは。素敵な追い方、みなチャンネルのみなです。このチャンネルでは、主にシニア世代の方々に向けて、お金に困らないで心豊かに生きていくためのヒントになる情報を発信しています。今日は、備えあれば憂いなし。突然体調を崩してしまった時にとても頼りになる。救急車を上手に落ち着いて呼ぶ方法についてお話ししたいと思います。動画の最後に救急車を呼ぶときに知っておくと焦らずに対応できる内容をまとめてありますので、ぜひ最後までご覧ください。私たちシニアは若い方々と比べてとりわけ健康面に多くの不安を抱えているものですよね。少し古い資料になりますが、内閣府がまとめた平成27年度版高齢社会白書の中の一人暮らし高齢者に関する意識調査によると、日常生活の不安については健康や病気のことと答えた人が最も多く、その割合は 58.9% と10人中約6人の人が健康状態についての不安を抱えているとのことです。ただ、不安に感じていても、もちろんしょうがありません。毎日食べるものに気をつけたり、体を動かして適度な運動をすることを心がけていらっしゃる方も多いと思います。でも、それでも、やっぱり突然の体調不良、若い時には何でもないようなことでもしてしまう骨折、怪我などでお願いしなければどうしようもない時に頼りになるもの、それが救急車です。私は元ナースですので、今まで数えきれないぐらい仕事で救急車に乗ったことがあります。ですが、実を言うと、自分が体調を崩して乗ったことも多分多い方だと思うのですが、3回もあるんです。救急車を呼ぶときに備えておきたいことをお話しする前に、そもそも救急車を呼ぶことについて皆さんにぜひお伝えしたいことがあります。このところテレビやマスコミでは時として軽々しく救急車を呼ぶべきではないということが強調されているように感じます。さらにこのコロナ禍においてはその風潮はますます強まっているようです。私も確かに軽々しく救急車を呼ぶべきではないと感じます。ですが、多分ほとんどの方々にとって救急車を呼ぶこと自体軽々しいことではないはずです。一部の心ない方々や無資料な方々はタクシー代わりに救急車を呼んだりするのでしょうが、こうした方々は少数であって、大半の方々は本当に救急だから救急車を呼ぶのだと思うのです。一刻を争う状況ということもあります。本当に調子が悪くて身動きが取れなくなる可能性があるのなら、どうぞ遠慮なさらず救急車を
利用していただきたいと思います。また、特に田舎などでは救急車がサイレンを鳴らしてくるので、恥ずかしいとか隣近所で大げさに騒がれたくないといった気持ちから救急車を呼ぶことをためらう方もいらっしゃいます。もしあなたのそばで誰かが体調を悪くして明らかに救急車を呼んだ方がいいと感じる場合、時にはご本人の意思に反する場合でも救急車を呼んだ方がいい場合もあります。低血糖、脳卒中、心臓病などは素人目には判断がつきかねる場合がたくさんあります。早い処置が命を救う場合も本当にたくさんあります。ですから、もしあなたが真面目に考えすぎたり遠慮がちな方であるなら、どうぞぜひ救急車を呼ぶことをためらわないでください。もちろんそれでもこれが救急車を呼ぶ事態なのかどうかわからない、こんなわからない状況で救急車を呼ぶなんて不安だという方もいらっしゃるでしょう。そんな時は#7119に電話するのも一つの方法です。これは救急安心センター事業といって、ここに電話して状況を説明すると、訓練されたお医者さんや看護師さんたちがその症状から一刻を争うものなのか、様子を見てもいいものなのか、ある程度のアドバイスをくれるというサービスです。もし救急車を呼ぶのはためらわれるけど、この症状はとても不安だと思われたなら、救急車を呼ぶ前にこのサービスを活用なさるのも良いと思います。全国すべての場所で#7119のサービスが使えるわけではありませんが、地域によっては別の電話番号で似たサービスをしている場所もありますので、よろしかったら皆さんがお住まいの地域でどんなサービスがあるのか、ぜひ確認なさってください。それでは救急車を呼ぶ前に、ぜひこれだけは知っておいた方が良いことと、そんな日が来た時のために日頃から準備しておくと便利なものをまとめたいと思います。まず当たり前のことですが、救急車は税金で賄われている公共サービスですので、基本は無料で使えます。ですが、救急搬送先で受けた医療行為については費用が発生しますので、その点はご注意ください。救急車を呼ぶと、救命救急士さんからいろいろなことを聞かれます。もちろん気を失ってしまっていることもあるでしょうが、痛い時や辛い時に質問されても、頭が働かないわ、大変だわで、上手に答えられないことも多々あります。ですから、聞かれる内容をあらかじめメモに残しておいて、それを見てもらうという方法を取ることができます。内容は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、起用歴、今まで
どんな病気にかかったかのことです。また、今どんな病気にかかっているか、かかりつけ医、内服薬、アレルギー、もしあれば自分以外の緊急連絡電話番号などです。また、救急車で運ばれると、時にはすぐに入院ということも考えられます。もし準備しておくことができるなら、入院セットのような簡単に持ち出しができるようなものも準備しておくこともできます。中身はタオル、バスタオル、ティッシュ、下着、健康保険証のコピーです。もし靴も準備しておくことができるようであれば、救急車で運ばれるときには靴を持っていないことも多いので、これも加えておくことができます。一人暮らしの方で介護サービスを受けていらっしゃる方などは、定期的に来てくださる訪問看護師さんなどにこのメモや入院セットの場所をお伝えしておくと良いです。もし自分で救急車を呼ぶような場合には、まず電話先の方は、火事ですか？救急ですか？と聞いてきますから、落ち着いて、救急ですと答えてください。次に、住所を聞かれますから、ここも落ち着いて伝えるようにしてください。この2つさえ答えてしまえば、あとは最悪、気を失ってしまったとしても、救急車は来てくれます。この2つをしっかりと答えられるようにしていれば、焦る必要は全くありません。何もないことが一番ですが、いざという時のために、今日の知識がお役に立てば幸いです。ということで、今日は落ち着いて救急車を呼ぶ方法についてお話ししました。こうした備えとともに、何よりも日頃から注意を払って、まずは丈夫で健康な生活を心がけていきたいものですね。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画まで皆様お元気にお過ごしください。